おはようございます。画家の小木曽です。今日の作品はですね、こちらですね。白馬ですね。白馬の朝を描きました。なかなかですね、春の朝、朝霧というかですね、もやがかかっている空気遠近法。ちょっとこれ作品を書いている途中で、やっぱ動画に撮っておこうかなと思って、途中から、撮影を始めたんですけども、ここの特に書き方と、ここの細かい描写、そして光ってるところ、いろんな見せ場、ポイントがありますので、皆さんもぜひ参考にご覧いただければと思います。これは必見ですよ。では。それでは解説をしていこうと思います。よろしくお願いします。制作をしていて、急遽動画を撮影したために、動画途中からになってしまいまして申し訳ございませんということなんですけど、空気遠近法というかですね、このもやかかってる感じ、もしかしてこれ結構、皆さんにとっては有益な、動画になるかもしれないなということで、急遽取り出したものでございます。白馬のですね、白馬の線路沿いのところをふーっと走っていたら、あれと思って日がですね、朝日、朝から取材に出てて、日がふわーっと昇ってくるときに、やっぱり雲海みたいな感じの、なんていうのちょっともやがかっている朝のですね、感じが非常に良かったので、これは完全に乾燥後ですね。完全に一層終わった後ですね。で、ここすごいポイントです。ここが、非常にポイントだと思います。ある程度しっかり絵の具を置いておいて、まだそんなに空気のもやがかかっていない。ちょっと描いておいて、でそこからスカンブルといって、白色系、不透明を入れた絵の具で後ろを描いていくんですけども、ここ非常に皆さん、びっくりするでしょ。で今、完成油というので一応濡らしておきました。紫、コバルトバイオレットとポピーオイルで、濡らして、で、しっかり拭き取って、で、薄く完成油が塗られた状態にしておいて、白ですね。チタニウムホワイト、シルバーホワイトを混ぜ合わせた、ポピーオイルであるとか、スタンドオイルであるとかですね。今ちょっと青っぽいのに塗ったけど、やっぱ今度は黄色にしようと。ちょっと黄色と白を混ぜたような感じにしてみようということで、光が向こうから差しているような感じ。で、手前の方は若干薄めにするとかね。奥の方はちょっと濃いめにするとか。で、下の方はちょっと紫がかっている感じにするとか。要は、奥の方は太陽の光が入っている、ですね、もやですね。で、手前の方は少し青みがかっている紫とか。そしてそれをティッシュで少し軽く拭き取って、軽く拭き取りながら、で、手前も一応グレーズと言って、奥はスカンブル、要は白とか不透明を混ぜたもので描いて、手前は透明層を中心に、例えばバーントシェンナトランスとか、これはイエローオーカートランスオキサイドイエロー、なんていうかな。あとはイタリアンピンクとか、その辺の黄色とか茶色の、透明系の絵の具があるんですよ。どこで見分けるかという、トランスって書いてあったら透明色と呼ばれるようなものです。で、絵の具の横のところに透明色とか、半透明色とか、不透明色とか、なんか書いてあります。で、グレーズっていうのは透明色系でやっていったら、あんま大きくは失敗しないです。でもそんなもん半透明とか透明とか、半透明ぐらいまでだったら全然普通に溶き油の量とかによって全然できます。不透明っていうのはやっぱりスカンブルの方になります。わかりますね。で、今叩き筆である程度塗って、で、そんなにゴテゴテデカデカ塗ってないです。かなり薄いです。そしてベタッと太陽の差し込んでいるところなんていうのを、今ベタッと絵の具を置いてみました。で、ここのところが結局3回ぐらい塗るんですけど、相当絵の具厚くなってきます。そういうふうに厚さもちょっと調節しながら、奥から光が入っているところはちょっと厚く塗って、手前の方は白っぽいのを薄く塗っていったりとかして、空気のもやのバランスみたいなのを、で、それをだいたい3層ぐらいやったりするわけ。難しいね。難しいですよね。ちょっと残ってる雲みたいなのが光に当たっている感じがあるかなとかですね。で、叩き筆で平滑にしていったりとかですね。してたり。これはもう完全に筆見てもらったら分かる通り、かなり紫の
グレーみたいなの作って、要はスカンブルだけじゃなくて、ちゃんと不透明の絵の具を混色して絵の具を置くというようなこともしています。ちょっと難しいマニアックな動画かもしれませんけど、こういうふうに空気遠近法っていうのは、レオナルド・ダ・ヴィンチとかですね、のモナリザなんか背景すごくわかりやすいですよね。あれ白っぽくもやがかかっていくような感じにしてると。でそういう感じみたいなのを遠近法の中の一つである空気遠近法という方法がありまして、このようにすごく大きな空間があるところっていうのはすごく活用できるんじゃないかなというふうに思います。で、この向こうの山と手前のこの里のところみたいなところももやがかかっていて、こういうところにまず絵の具を置いてみて、でそこから拭き取るとかっていうことをしたりとか、指で鳴らすとか、叩き筆で今ね鳴らすとかっていう風にしてウェイトグラデーションをかけてみたりとかっていうことですね。だいぶあれしてきましたねっていう感じで、そして手前のものの中にももやがかかってきてもいいので、そこからまたしっかり混色して、こういう木々であるとか、やっぱね、前後関係ありますから、書いてあげて、こういう電線とか、電柱とかを書くべきかどうか悩むとこですけども、これはなんかアクセントとしては面白いかなと思ってちょっと入れてみたりとかしました。その電線が光ってる感じなんかも、絵の中では面白いアクセントになるかもなということで入れてみました。で、この辺なんかこういう風に相当細かく見せてますよね。こんな風に書いていって、もちろん相当カットはしてますよ。ずっと撮り続けるということではなく、撮影はですね、大事なポイントだけですね、不透明、後ろはやっぱ半透明ぐらいの感じやけど、ちょっと手前に来るとこはベタッとしっかり絵の具を混色して置いていって、明度的にもだいぶ濃くなっているとかね。それで後ろの方はかなり微妙な色でぶつかり合って、手前はガンとぶつかって、でもっと前の方はもっと強く当てると、ぶつかるみたいな状況を作っていっているということですよね。わかりますかね。で、この辺というのをね、息を吐きながら、で、手前の方のこういうところもキラキラと一層はある程度荒くね、ザザザザと書いただけだったんで、2層目はこういう風に向こうから光が差し込んでキラキラ光っているというような状況を描いていってます。だからこの辺っていうのをね、キラキラと絵の具の豚毛の筆みたいなのの毛先につけてちょん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 と絵の具を、点を最終的には打っていくんです。筆で点々点って打ってきますけど、途中の段階っていうのはこのように絵の具をペッとつけてってやっていきます。その辺というのがですね、皆さん、参考になったり、絵の具のマチエールの作り方みたいなのの違いですよね。後ろの方っていうのはそんなにマチエールはつけてないんですけど、手前の方っていうのはちょっと厚くしていく。手前の方を厚くしていくことによって、その厚さみたいなので前後関係みたいなのも出てきますし、凹凸があることによって、ボコボコしてる方が見るでしょ、人。つるっとしてるところよりちょっとボコボコしてるところに何かあるんちゃうかっていうふうにね、人の目っていきますので、で、この辺のこれから田んぼに稲が張られていくとかね、植え付けていく前の段階か土を掘って、で、水が少しあるところに光がキラッと光ってる。ねえ、面白いですよね。こういう本当日本の原風景みたいな絵というのも僕はあんま描いたことないかもしれない。だから今回はそういうね、原風景的な、もちろんね、白馬やったら雪のなんか、なんとかだけなんとかだけとかっていうのもありですけど、こういうところも絵になるんですよ。でその辺がね、なかなか皆さんにとってはですね、アンテナをどんだけ張ってですね、この辺なんていうのはもう春になって新しい葉っぱも出てくれば、昨年からの葉っぱが残っている。こういうところも面白いですよね。新緑が出てくる。新緑だけ描くんじゃなくて、前からある。で、葉っぱみたいなのも描いてあげて。で、毛先を少し広げた筆、少し柔らかめの筆とかで、毛先でちょっと大きくまず作っておいて、後半は最後一本一本描いていくんですけど、まず大きく僕は作ります。大きく作って、後から細かくしていくというのが私の描き方というかですね、というところがあります。シュッシュッというふうに描いていきます。こういうところも皆さんの参考にもなると思いますし、こういう技法的なことっていうのも学びつつ、でもやっぱり造形っていう部分は大事なんですよ。奥行きを出すためにどうしたらいいかなとかね、遠近感を出すためにはどうしたらいいか、そういうところも、ただ知識として理解するだけじゃなくて、実践としていろいろやってみて、現場で例えば水彩でもやれなあかんわけですよね。
で、そういうのを写真から描くだけやったらなかなかこう身につかん部分っていうのもあると思います。だから実際の現場とかに見に行って実際そこで描くということもやはりこう自分を高めるためには非常に必要なことかなというふうにも思います。僕はもうね写真を絶対使うなとは言い切りません。でもやっぱり現場とかでそういうことをやってみたらできないんですよ。描けないもんなんですよ。で、その時にこうね、奥行きどうやって出そうかなとか、光ってるとこどうやって出そうかなとかっていうことを知っておいて、またそこで練習してみて、やってみて、でも実際できないということに事実に気づく。ね、気づいて、全然この辺なんかペッ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 ってハイライト、向こうから光っているということでハイライトをこう描いていったりとかしていっています。ね。だから皆さんもすごくこう、ただ写真を写すというだけじゃなくて、よりこれらが強調して、光の部分っていうのは人の目が行きやすいので、そういうところの描き方で、その中でもどこに太陽があって、どういうふうに光ってるかなっていう状況をちゃんとこう考えながら、ここやからこういうふうにこうなっとんなとかっていうふうに考えながら理解しながら描かないと、すごくこう平面的な。これでこう途中の段階2層目が終わりましたと。で、また3層目、またほらやってます。また一応ここのとこ濡らしました。今回は紫、コバルトバイオレットっていうのでこうバーッと濡らしていって、ポピーオイルとコバルトバイオレットで、拭き取って、ねえ、もうこういう下地を作っていって、滑るような下地を作っていく。だから乾燥させる時間とそうやない時間、これちょっとね、余分な毛とか、筆の毛とかついてたりしたんで、削り取ったりとかしてます。指ですり込むとかですね、どれくらいが描きやすいかなとか。やっぱデカデカしすぎている状態は描きにくいです。そしたら今度はコバルトグリーンみたいなちょっとね、緑っぽいような、それに白を入れたような感じのを塗っていってみました。いや、紫とは若干こうちょっと遠いところのような色。で、黄色とかが紫やったら真逆の色ですけど、でもじゃあ紫はどうなんのちょっと意外とちょこっと塗り残ったりとかしてきて、そういうのもちょっとこう効果として役立ってきたり、これはもう完全に空気遠近法ですね。空気遠近法というのでどれぐらいかな、ちょっとティッシュで拭き取りながら、拭き取りすぎてもなと。取りすぎてもらう。あとはもう溶き油のこの下地のこう状態っていうのを見てます。あまりにも滑りすぎて量が多すぎてもあかんしとかっていうことを見てます。またこう余分な毛とかついてたらちょっとこう軽くこう、もうどうしても毛は最後も残ります。僕はね、だからそこまでこう工芸的にこう完璧なっていうわけじゃないですけど、指ですり込んでとかですねっていうことをしていってます。そしてこう白っぽいのベタベタベタとこうこれなんかスカンブルちょっと黄色が入ってたりしますよね。で後ろのこう方の山とかの色、これはこう逆光やったり、向こうから光が入ってるからどっちかというと黄色を入れてますけど、そうやないような光の場合はちょっと青っぽくしていくとか、そう状況によってやっぱ違うわけですよね。向こうから光が入ってるからちょっとそこに、ある空気のもやとかには黄色が当たってるとかね。その辺っていうのはこう絶対状況によって違うので、これはこういうふうに書くんやっていうふうに決めるんじゃなくて、あれこれはこういう状況やからこうね、もう書き方を決めすぎてしまうとそういうことの応用が効かないわけですよね。これはこの光が当たってこういうでこの太陽でこの空にはこう雲が多いとか少ないとかこの季節やからこうやとかっていうこととかですね、そういったことも踏まえてですね、でそして空はある程度こう光がビャッと入っている状態ということで黄色とカドミウムイエローと白を混ぜたような色で不透明で今ベタっていう風に置いていっております。ね、でこういうところすごくこう外側から描いていって、山のこう稜線みたいなね、ところを大事に描いていってます。そして叩き筆とかで、平滑にするとことか絵の具をある程度慣らしてあげるところとかっていう感じでこう慣らしていったりとかしていってます。ね。トン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 とこの辺りは本当にこうよく見ながらですね、そして、この辺に雲がふわっとこう残ってる雲があると。そういうのはこれはね、平筆っていうか、なんかそんな感じかな。ちょっと斜めになってる。なんていう風に読んだかな。そういうこう、毛先のこう種類の筆とかあるんですけど、それでまた叩き筆とかで、下と馴染ますようにこうボケているような感じに、していったりとかっていうことで、3層目である程度まで完成に近いようには見えるところまで持っていけましたので、もちろんその後もちょっと書きますけども、このぐらいからはあんまりこう動画としても面白くないから、この3層目の作業ですね。
輪郭のところにちょっとカドミウムイエローとかをわざと黄色とかを入れることによって、黄色と後ろにある紫っぽい山とコントラストっていうか色の対比ですよね。反対色によって太陽がよりベッと強く見えてくるようにちょっと黄色左上入ってますよね。とか山の稜線のとこちょっと強くなってるとこっていうのはしっかり絵の具を混色して、このぐらいの色かなとかっていう風に絵の具を置いてったりとかしてるんですよ。わかりますかね。こういうところね。だからベターっと塗るんじゃなくて、下にある絵の具も活かしつつ、描いていくということですね。だから全部ベターっと塗ってしまったら、それまで重ねてきたスカンブルとかっていう効果とか少しなくなってしまいますので、その辺っていうのはちょっと下の絵の具とかも活かしながら、ちょっと空気のもやとかを描いていったりとかをしていってます。っていう感じでですね、密度を少しずつ上げていきました。わかりますかね。この辺とかね、ほらちょっと黄色が入ったり、このグレートーンはどのぐらいかなとかですね、ここに黄色逆光で向こうから光っている山みたいなのはどのくらいかなとか、こういう慎重な仕事みたいなのも皆さんの参考になるんじゃないですか。今これまたグレーズというのをしているところと、手前の田んぼの光ってるとこなんか意図的にちょっと土の方に青っぽいもう塗ってますけども、なんていう白と、青なんですかねを入れたのを塗って、完成だけで塗って、で今ちょっと土の方暗い色をグレージングっていうのをしていってとかっていうことをしていってますね。でそういうふうに土台の構造をもう少し複雑にして、でそこから細かい描写をしていくということをしていってます。だから奥の描き方と手前の中間の描き方、手前の描き方みたいなので若干違ってます。でこの辺なんか結構不透明の白とほんの少しなんか色入れて、ベタっと水面の光っている感じみたいなのを頑張ってベタっと。でこれもまた平筆と呼ばれるような、油絵の筆やったらちょっと丸くなってますけど、これ水彩筆なんですよね。だからカクッとしてる平筆、みたいなのをうまいこと使いながら描いていってます。ベタっと塗るんやけども、そのカクッとしたとこを何を言うてんねんって感じですね。口くるっていう風に絵の具を置いていくように描いていきます。このあたりというのは非常に慎重にかつ、やっていってますね。でもこの下のコントラストと上の対比みたいなのの面白さみたいなところを追求しつつね、本当に素敵なところでしたよ。白馬皆さんも行きませんか？いかがですか皆さんね。この時は一緒にお姉様方と旅に行ってですね、楽しかったですね。2泊3日一緒にいたのはですね、僕は3泊4日残りの1泊は新潟の方にちょっと泊まったんですけども、3泊4日いたしました。妙高というところまで行ったんですけども、3泊4日いたしました。だから皆さんもぜひぜひなんかね、一緒にご旅行しませんか？11月の頭あたりを計画しております。ね、詳しくは概要欄に書けるかどうかわかりませんが、11月の頭ぐらいかな。メンバーシップの方にはちょこちょこなんかそういうことを言うたりとかしているかなというふうに思いますので、メンバーシップに入っていただけるとそういうふうに一緒に旅行に行ってね、スケッチをしましょうとかっていうこともできますのでね。で、この辺はもう最後の方ですね。草をハイライトをちょんと描いていくという。現場で本当に皆さん、僕が描いてるのを見たら、大体早って言いますね。的確というかですね。で、もちろんただプラスに仕事していくだけじゃなくて、わざと無駄な仕事、先ほどの水面の光ってるところになんか白っぽいもやをわざと暗い土の方にやってたでしょ。ああいうのわざとやってるんですよ。もう水面の中だけでとかじゃなくて、ちょっとその光がこっち側まで行ってへんかなみたいな感じで行ってへんかなとかってやったりですね。この辺とかっていうのは必然的な筆で今ちょっと描いていっていますけども、その前の、層の時は少し筆の先に偶然的につけた絵の具みたいなんで活かして描いていったりとかしてます。で最後の方はこのようにちまちまハイライトとかを描きながら、もちろん暗い色も描いたりとかして、密度を上げていったという作品でございます。
ちま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 。まあもう、基本はやっぱりよく混色することです。よく混色せんといかんです。もうこれは全部そういうところはカットされてますのでね、パレットの上とか見せれてませんので、やっぱりこう、そのあたりというのはもう本当に、まず基本中の基本の一つは、混色をする。で、それを基本は置くっていうこと。で、そこから置くから、今度は薄く置くとか、厚く置くとか、絵の具の量を増やすとか、油の量を増やすとか、減らすとか、いろんなこう、そこの中ではいろんなバリエーションっていうのがあるわけですよね。だから一律で均一なことではなく、ね、こういう筆とかも、今日この筆が調子いいっていうのもあればそうじゃないとか、ということでございました。皆様またご視聴いただければと思います。チャンネル登録、グッドよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうかね、光の光っているところと、キラキラ光っているこういう逆光なんですね。太陽がこう上がってきて、もやがかかって、こういうところのこう空気遠近法の描き方であるとか、光っているところの描き方、あとはマチエルの付け方、いろいろ参考になる部分があるんじゃないでしょうか。皆さんもぜひぜひ、楽しい絵画制作を送ってください。鬼好評などでも待ってます。それでは次回またお会いしましょう。では。チャンネル登録よろしくね。OK。